か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回は韓国語の先生からのリクエストでイ・ムンセさんのフィッパラン口笛という曲をカバーします。この曲は1985年発表の曲なんですが、ずっと人気があって愛され続けている曲で、いろんな歌手がカバーして歌い継いできている名曲でございます。私は覆面歌王でこの曲を歌っているのを聞いたことがあったんですが、聞いた当時はね、あまり曲の意味が分かってなかったんですね。というのは、歌詞がね、非常に詩的なんですよ。歌のために書いた歌詞というよりは、文学作品としての詩にメロディーをつけているというようなイメージで、韓国語をね、直訳したのではつかみきれない心象風景みたいなのがたくさん込められている曲なんですね。で、その部分に曲の魅力が詰まっているような、そんな歌でございます。1980年代の韓国のフォークソングっていうのは全体的に歌詞が詩的という傾向があるみたいなんですけれども、この曲は本当にその時代を象徴するような曲で、ぜひ韓国歌謡が好きな日本の人たちにもこの曲を知ってほしいということで、韓国語の先生がリクエストしてくれたんですね。で、私も今回この曲をカバーして、で、歌唱の面でも歌詞の解釈の面でもとっても勉強になった曲でした。1985年というのはね、私がリアルタイムには知らない時代の曲です。で、この曲がどうやって現代風に解釈されて表現されて歌い継がれてきてるのかっていう点でもね、かなり自分の音楽の世界というのを広げてくれた一曲ですので、今日はこの曲を歌って紹介したいと思います。まずこの原曲を出されているイ・ムンセさんの基本情報なんですけど、イ・ムンセさんは1959年生まれの63歳です。大御所ですよね。で、大学在学中にデビューされて、で、第1週アルバムの発表は1983年ということで、本当にね、レジェンド級の歌手でいらっしゃいます。イ・ムンセさんは歌手の他にもテレビ番組の司会やラジオ DJ を長いことされていて、もう歌だけじゃなくてトークでも素晴らしい技術をお持ちの方で、韓国ではとても広く知られている歌手のお一人でございます。そして今日歌う曲フィッパラン口笛という曲はいろんなアーティストがカバーしているんですけれども、この曲が最も話題になったのは2012年にオーディションのスーパースター K の4ですね。これでロイ・キムさんが歌われたことがきっかけだったそうです。で、このカバーをきっかけに、その後2015年には覆面歌王、2016年にはファンタスティックデュオで歌われるなど、オーディションとかカバー曲としての名演奏っていうのがどんどんね、このロイ・キムさん発端に出てくるわけなんですね。で、イ・ムンセさんの元々の原曲は非常にシンプルなメロディーのフォークソングなので、この曲はね、アレンジの幅がやっぱすごく広いんですよ。で、バンドサウンドみたいな感じで、ちょっとロックではないけどフォークからロック寄りに持っていくことっていうのもできますし、逆に弾き語りでギター一本でしっとり歌うっていうのでも合いますし、もしくはね、少しテンポを変えてゆっくりめにしてバラード風に歌っても合うと思うんですよね。そんなカバーする人の個性とか表現によっていろいろな曲調になるっていうのも面白い曲であります。で、私は今回ロイ・キムさんがスーパースター K で歌った時のこの歌唱というのを参考にしました。で、オーディション出演者の歌唱音源がもう全部寄せ集められてるアルバムみたいなのがあって、で、その音源がね YouTube に公開されているので、これをね概要欄に貼っておきます。で、 iTunes でもね同じものを聞くことができました。ロイ・キムさんはこのスーパースター K の4で優勝されるんですけれども、さすがね、これは優勝するなっていう感じの歌唱技術なんですよ。で、オーディションだからこそこういう風に歌ってるかもしれないんですけれども、非常にね多彩な音色を使いこなす感じで歌われています。
まず最初の A メロはこう囁くような吐息混じりのねこうトーンから入って、 B メロで胸の響きを入れていって、最後のねサビではこう盛り上がっていってっていう感じで、こういろんなね部位をね使いこなしてるんですね。で特にこう息を吐いたり止めたりっていうのをワンフレーズごとに非常に細かく調整しているのが印象的です。で最後のサビではもうちょっとノイズ発生っていうかみたいな、こういう拳みたいなのを入れて、情熱が溢れながらも安定感のあるボーカルを披露されてるんですね。でこの時の、ロイ・キムさんの歌唱で使われている技術っていうのはどれもねポップスを歌う上では代表的な技術で、だからこれを一曲歌うことでロイ・キムさん自体が私はもういろんな発声が全部できますよっていうなんかアピールになりそうな感じなんですよね。でその表現がまた曲の雰囲気にもバッチリ合ってるということで、私のようなボーカルオタクには非常にワクワクする歌唱でございます。これね概要欄貼っておきますのでぜひ聴いてみてください。それから YouTube でこのフィッパラン口笛っていうのの韓国語を入れると一番最初にヒットしてくるのが2016年のこのファンタスティックデュオという番組でイ・ムンセさんのご本人とキム・ヨンヒさんっていうなんとね当時15歳の女の子がデュエットしているバージョンが最初にヒットしてくるんですよ。で YouTube でこれ233万回も再生されてましたね。でこのうちのね10回ぐらい多分私が再生しているんですけれども、もちろん本人がね登場されているということで、そういった面でもこの歌唱はね貴重ですし、それからこの一緒に歌っている15歳のキム・ヨンヒさん、大変透明感のある若々しい美しい声にもうね15歳とは思えない情緒と表現力がしっかり乗ってるんですね。この女性が歌うヒッパランも非常に美しいなと思って、これも印象的でした。これもね貼っておきますそしてもう一つ紹介したいカバー動画がシング・アゲインというテレビ番組での歌唱動画なんですが、この番組はね非常に最近なんですよ。2020年に放送されていた番組だそうで、コンセプトとしては一度歌手としてデビューしたことがあるけれどその後売れなかったりで今は歌手活動ができていない、だけど実力がある人っていうのを対象に、もう一度チャンスをつかんでもらうためにオーディションをしようという、そういうコンセプトでね行われている番組なんですね。でそのオーディション番組で63番をつけている歌手の方イ・ムジンさんという方なんですけど、この方が歌っている口笛フィッパランがねこれまた全然違う表現なんですよ。この方はギターの弾き語りで最初始まるんですけれども、まず声質がね非常に柔らかくてしっとりした哀愁のある声質なんですね。でその声で静かにね歌い上げるんですよ。でこの歌唱も素晴らしくて、これはね YouTube で950万回も再生されてました。もうバズりまくっている動画ですので、こちらもね概要欄に貼っておきます。もう三者三様というか、ロイ・キムさん、それからイ・ムンセさんとキム・ヨンヒさんのバージョンで、最後イ・ムジンさんのねこのバージョン、みんなねそれぞれ違って、でもそれぞれ本当に素晴らしいんですね。こうしていろんな表現ができる曲ということでね、ぜひ聴き比べてみてください。でこの曲はやはり歌詞の世界観がとても詩的で深いんですね。でこれを、しっかり理解して聴くかどうかで曲の印象というのもかなり変わってくると思いますので、今回はね YouTube の方にも歌詞紹介を入れます。でこれから歌詞紹介をしていきますね。で私は最初この曲を聴いた時になんか子供を送り出す親の気持ちを歌ってるのかなって思ったんですけれども、この曲のテーマはね失恋です。で自分を置いて遠くに行ってしまった恋人との別れを振り返っているような内容になっているんですね。ではね1番の歌詞を紹介します。그대떠난여기君が去ったここ노르진 산마르떡엔日が沈んだ山の稜線には。でこのサンマルトっていうのが日本語にはあんまり直訳がなかなか出てこないんです。山の葉みたいな感じですね。山の頂上から降りてくるところの線みたいな、稜線って訳すのが一番日本語には合ってるんですけれども、その山の稜線にはという歌詞ですね。아직도 그대 향기가 남아서
まだ君の香りが残って이렇게 서 있어. こうして立っている。나를 두고 가면 僕を置いて 얼마나 멀리 가려고 どれだけ遠くに行くつもりなのか。그렇게 가고 싶어서 そうやって去っていきたいんだと나를 절았나 僕にせがんだねというね内容で始まります。彼女が別れたいと言ってきた場面を振り返っている内容なんですね。でサンマルット県だからか山のをねこう見ながらそれを思い出しているということで、田舎から都会に出て行ってしまったのかなとねこの表現からちょっと思いますね。自分も街も捨ててもう去っていってしまった彼女を思っているような最初の出だしです。そしてサビの部分の歌詞ですね。그대여 나의 어린애 君よ僕の小さな子。그대는 빗바람 위히 君は口笛をふいっと불며 떠나가 버렸네 吹きながら去っていってしまったね。그대여 나의 장미요 君よ僕のバラよというねサビなんですよ。でこのサビの最初の部分に나의 어린애って僕の子供よっていう意味なんですよね。こう直訳すると。なんで子供のことを歌ってんのかなと思ったんですけれども、でも最後ね나의 장미よ僕のバラよっていう言葉で終わるので、だからこれやっぱり恋人なのかな、年下の恋人なのかなとか言ってねよく意味がわからなかったんですけれども、この最初の나의 어린애僕の小さな子っていうのはきっとね彼女を愛していた自分の気持ち愛の形っていうのを歌っているんじゃないかと。心の大切な部分のことを比喩して子供っていう表現を使っているんじゃないかっていうことだそうですね。で彼女がいて自分の心が大きく満たされていたんですけれども、彼女は去っていってしまって自分の心の大切な部分も一緒に持ってってなくなってしまったと。で2人でいる時間っていうのは自分にとってとっても大切なことだったんだけれども、彼女は口笛をふいっと吹きながら軽やかに去っていってしまった。で最後僕のバラよっていう表現の中にはバラって非常に華やかなね美しさがあるじゃないですか。このお花の部分にはとっても美しい女性、憧れの女性っていう意味が込められてるんですけれども、茎にはねトゲがありますよね。でそのトゲの痛みの両方だから美しさと痛みの両方が込められているんじゃないかっていうことでね、この解釈はほとんど韓国語の先生に教えてもらったんですけれども、これを聞いてからやっぱりぐっとね曲への理解が深まったんですね。でそういう情景を思い浮かべながら歌うことでやっぱり自然とね表現っていうのも豊かになってきましたので、では、曲を聴いてみてください。イ・ムンセさんの빗바람口笛という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね歌い回しもカラオケ音源もロイ・キムさんバージョンをモデルにしたんですけれども、ロイ・キムさんはねバンドサウンドで歌われてたんですけど、私はピアノとカホンだけでカラオケ音源を作っています。これね単純にたくさん音を重ねるのが難しいからなんですけれども、イメージとしてはキーボード弾く人とカホンの人とあとボーカルが私で、3人の路上ライブみたいな夕暮れ時に路上ライブをやってるようなイメージで作りました。でこの曲は歌のメロディーが比較的シンプルなんですね。で音数も少ないので歌う時にやっぱ一音ずつちゃんと変化をつけていかないと単調に聞こえてしまうんですね。なので今回はねちょっと最後のサビではちょっと声帯を強めにギュッと合わせてですね、あえて声をざらつかせたりとかして普段あまりしないタイプの発声もね使っております。でもこれもわざとやったっていうよりかは曲の世界観をね理解した後に自然とこういう表現が出てきたんですね。そんなわけで今日は、韓国の往年のフォークソングイ・ムンセさんの口笛をお届けしてまいりました。
今日また同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するよう編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。